はい、皆さん、さやかです。今日のマークサヤロスタインワールドではディズニーワールドのトランスポーテーションについて徹底解説していきます。ディズニーワールドへの旅行をプランしているなら、ディズニーワールドの敷地内をどうやって移動すればいいか疑問に思っている人も多いと思います。そこでこのビデオではディズニーワールドで運行している全てのトランスポーテーションオプションについて説明していきたいと思います。ディズニーワールドのトランスポーテーションはこんな風にとっても複雑に見えるので、最初は圧倒されてしまうかもしれませんが、一つ一つ見ていけばそんなに悪くないし、理解しやすくなると思います。私も皆さんになるべく分かりやすく説明できるように頑張るので、早速本題に入っていきましょう。Welcome back to Max Silverstein World! まずディズニーワールドのトランスポーテーションについて話す前に皆さんが知っておくべきことがあります。そしてこれはトランスポーテーション&ティケットセンターについてです。トランスポーテーション&ティケットセンターは略して TTC とも呼ばれ、ここはマジックキングダムのパーキングロットとモノレールとフェリーの駅としての役割を果たしています。ここはマジックキングダムのトランスポーテーションセンターみたいなところです。実は MK にはパーキングロットがないんです。すべての自動車交通は TTC でストップします。なので TTC が MK のパーキングロットになっています。そしてディズニーワールドの近くを車で走っていると MK に案内するサインが見えますが、このサインは実は MK じゃなくてトランスポーテーション&ティケットセンターに案内しています。なぜかというと、さっきも言った通りトランスポーテーション&ティケットセンターが MK のパーキングロットだからです。そしてもし皆さんが敷地外のホテル、これはディズニーワールドによって運営されているリゾートではないホテルですに宿泊している場合、マジックキングダム行きの交通機関に乗ったら TTC で降ろされます。そして TTC はマジックキングダムではないです。なので TTC からマジックキングダムにモノレールかフェリーを使って行かないといけません。私たちは最初にディズニーワールドに行った時に TTC について知らなくて、その時私たちは敷地外のホテルに滞在していたので、そのホテルからマジックキングダム行きのバスに乗って降りたら、私はこのマジックキングダムで降りたと思ってたんですよ。だけどそこは TTC だったので、すごい困惑した覚えがあります。もし皆さんが敷地外のホテルに滞在する場合、そのホテルからシャトルかなんかが無料で出てると思うんですけど、そこからマジックキングダム行きのバスに乗ったら TTC で降ろされるということを知っておいてください。そしてもう一度言いますが、 TTC からマジックキングダムに行くにはモノレールかフェリーに乗らないといけません。それでは TTC について説明したところで、今から最初のトランスポーテーションオプションについて話していきたいと思います。そしてこれがバスです。ディズニーワールドで一番多く走っていて、多分使うことが一番多いのがディズニーバスです。ディズニーバスはリゾートとパーク、パークとパークの間はもちろんディズニースプリングスやウォーターパークへも運行しています。基本的にバスはほとんどどこからどこへ行くにも使えます。ディズニーリゾートとパーク間のバスサービスは開園の45分前に始まり、閉園から1時間後まで利用することができます。そしてディズニーリゾートとディズニースプリングス間のバスはディズニースプリングスの営業時間の間とディズニースプリングスの閉店から1時間後まで運行しています。ディズニーワールドの4つのパークからバスで移動するときに役に立つのが、それぞれのパークのトランスポーテーションステーションにあるトランスポーテーションダイレクトリーです。トランスポーテーションダイレクトリーはバスがどこへ行くのか、そして皆さんが乗りたいバスの乗り場ゲートがどこか教えてくれます。例えばマジックキングダムからハリウッドスタジオにバスで移動する場合、マジックキングダムのトランスポーテーションダイレクトリーでハリウッドスタジオと書かれているところを見つけます。そしてハリウッドスタジオの横に書いてあるゲートナンバーを見て、そのゲートに行けばハリウッドスタジオ行きのバスに乗れます。例えばハリウッドスタジオのゲートナンバーが6だったらゲート6に行ってください。そして覚えておいてほしいのが、このゲートナンバーは変更するということです。前の日 MK からハリウッドスタジオへのバスのゲートナンバーが6だったけど、次の日ゲートナンバーが7になっていたというようなこともあります。なのでバス移動をする際は毎回ゲートナンバーをチェックしてください。そしてバスの待ち時間はバス停のディスプレイボードのほか、リゾートゲストならマイディズニーエクスペリエンスアプリでも見ることができます。そして次のディズニーワールドのトランスポーテーションオプションはウォータートランスポーテーションです。ディズニーワールドのウォータートランスポーテーションにはフェリーボートとウォータータクシーがあります。ウォータートランスポーテーションはディズニーワールドのいろんなロケーションで提供されていますが、その中でメインのロケーションの一つが TTC です。TTC にはフェリーボートステーションがあり、このフェリーボートは MK と TTC を行き来します。TTC から MK に行く場合、先ほど言った通りフェリーボートの他にもモノレールを使っても行くことができますが、特に開園閉園時間あたりはモノレールの列はとっても長くなります。
そしてその場合フェリーボートは TTC とマジックキングダム間を行き来するのにとても効率的な方法になります。またいくつかのリゾートには独自のウォータートランスポーテーションステーションがあり、これらのリゾートからはウォータートランスポーテーションで MK、エプコットとハリウッドスタジオ、またはディズニースプリングスのどれかに直接行くことができます。マジックキングダムにウォータートランスポーテーションで直接アクセスできるリゾートはフォートウィルダネスリゾート&キャンプグラウンド、グランドフロリディアンリゾート&スパ、ポリネシアンビラス&バンガロース、そしてウィルダネスロッジです。これらの4つのリゾートにはそれぞれのリゾートから直接マジックキングダムに行くウォータータクシーが通っているので TTC に寄らずにマジックキングダムに行くことができます。この他にもエプコットとハリウッドスタジオを行き来するフレンドシップボートも運航していて、フレンドシップボートはエプコットとハリウッドスタジオを行き来する間にボードウォークビラス、ビーチクラブビラス、ヨットクラブリゾート、スワンホテル、ドルフィンホテルで泊まります。なのでこれら5つのリゾートからはエプコットとハリウッドスタジオにフレンドシップボートでアクセスすることができます。またオールドキーウェストリゾート、セラトガスプリングスリゾート&スパ、ポートオリンスリゾートからはディズニースプリングスに直接アクセスできるウォータートランスポーテーションが通っています。なのでこれらのリゾートからは簡単にディズニースプリングスに行くことができます。反対にディズニースプリングス付近のリゾートに宿泊しているならディズニースプリングスからウォータートランスポーテーションを使ってこれらのリゾートに簡単に行くことができます。ウォータータクシーとフェリーボートは水や天気の状況により運航が休止になることもあります。しかし運航している場合はほとんどの場合15分から30分おきに運航しています。そして次のディズニーワールドのトランスポーテーションオプションはモノレールです。モノレールはディズニーワールドの最もアイコニックなトランスポーテーションになっています。そしてディズニーワールドのモノレールは2つのパーク、マジックキングダムとエプコット、3つのリゾート、コンテンポラリーリゾート、グランドフロリディアンリゾート&スパ、ポリネシアンビレッジリゾート、そして TTC へのアクセスを提供しています。モノレールシステムには2つのルートと3つのライン、リゾートモノレール、エクスプレスモノレール、そしてエプコットモノレールがあります。まず最初のルートはマジックキングダム、コンテンポラリーリゾート、トランスポーテーション&ティケットセンター、ポリネシアンビレッジリゾート、そしてグランドフロリディアン&リゾートスパを行き来します。そしてこのルートの上の全ての駅でストップするのがリゾートモノレールラインで、全ての駅で止まらずマジックキングダムと TTC を直接行き来するのがエクスプレスモノレールです。簡単にまとめるとリゾートモノレールとエクスプレスモノレールは同じルートの上を走りますが、エクスプレスモノレールは MK と TTC の間のみを結ぶのに対してリゾートモノレールは他の全ての駅にも止まります。そしてもう一つのモノレールルートはエプコットと TTC を行き来するルートで、このラインはエプコットモノレールです。エプコットとマジックキングダムには両方モノレールが通っていますが、これらは2つの違うルート上にあるのでモノレールで直接エプコットとマジックキングダム間を行き来することはできません。マジックキングダムとエプコットの間をモノレールで移動する場合 TTC で一度ラインの乗り換えをしないといけません。そしてモノレールは一番早いパークオープン時間の30分前に運行開始し、一番最後のパーククローズから1時間後まで運行しています。モノレールはディズニーワールドの一番人気の交通手段の一つでもあります。なのでさっきも言ったように特に開園閉園時間あたりはモノレールの列は結構長くなる傾向があります。ですが3つのモノレールリゾートのどれかに滞在しているならモノレールは便利な交通手段になっています。そして次のオプションはスカイライナーです。スカイライナーはディズニーワールドの一番新しい交通手段で最も楽しい交通手段の一つでもあります。スカイライナーは2つのパーク、エプコットとハリウッドスタジオ、そして4つのリゾート、リビエラリゾート、カリビアンビーチリゾート、ポップセンチュリーリゾート、アート・オブ・アニメーションリゾートを結びます。ポップセンチュリーとアート・オブ・アニメーションは2つのリゾートで1つのスカイライナーステーションをシェアしていますが、その他のロケーションにはそれぞれのスカイライナーステーションがあります。またエプコットのインターナショナルゲートウェイにあるスカイライナーはディズニーズボードウォーク、ヨットクラブリゾート、ビーチクラブリゾート、そしてボードウォークインからも少しの徒歩でアクセスすることができます。そしてこれら2つのパークと4つのリゾートを結ぶスカイライナーには3つのラインがあり、どこからどこへ行くかによっては乗り換えが必要になります。これら3つのラインはカリビアンビーチとポップセンチュリーまたはアート・オブ・アニメーションを結ぶライン、カリビアンビーチとハリウッドスタジオを結ぶライン、途中でリビエラリゾートにストップがあるカリビアンビーチとエプコットを結ぶラインです。ここでわかるようにディズニースカイライナーシステムのハブはカリビアンビーチリゾートになっています。なのでもし乗り換えをする場合、カリビアンビーチリゾートで乗り換えをすることになります。乗り換えは結構シンプルです。
3つの全てのラインはカリビアンビーチのスカイライナーステーションで隣同士にあるので、乗り換えをするには乗っていたラインから降りて皆さんの目的地に行くスカイライナーのラインに乗るだけです。スカイライナーの運行時間はシーズンやルートによって異なります。なので事前にホテルのフロントデスクやスカイライナーステーションで運行時間をチェックしておくことが大切です。そして気をつけないといけないのが、スカイライナーは天候不順や強風で運行休止するということです。しかし運行不順などが原因でスカイライナーが休止した場合は、代わりにそのルートを行き来するバスが運行します。そしてさらにスカイライナーはシステムのダウンが原因で2分から5分ぐらい急に一時的に停止することがあります。ですがこれはよく起こることなので、もし皆さんがスカイライナーに乗ってて急に停止しても焦らないでください。ディズニーワールドのスカイライナーは一番高いところで約20メートルにも到達します。なので、スカイライナーでの移動は多分高所恐怖症の方にとってはちょっとチャレンジかもしれないですが、高所恐怖症じゃない方にとってはとても楽しい交通手段になります。ここまで紹介した全てのディズニーワールドトランスポーテーションは無料です。リゾートゲストであろうとなかろうと誰もが無料でディズニーワールドのトランスポーテーションを使うことができます。しかしディズニートランスポーテーションはどこからどこへ行くかによっては結構時間がかかるし、一つのタイプのトランスポーテーションから違うタイプのトランスポーテーションに乗り換えをしないといけなくて少し複雑になる場合もあります。そこでディズニーワールドはゲストにミニーバンサービスも提供しています。ミニーバンはディズニーキャストメンバーが運転するパーソナルライドサービスでリフトアプリを使って利用することができます。ミニバンサービスは有料で通常のライドシェアサービスよりもうちょっとプレミアムな感じになっているので、値段ももうちょっと高めになっているんですが、目的地に素早く快適に移動するのにとってもいい方法になっています。そしてミニーバンにはミニーバンとアクセシブルミニーバンがあります。これらの違いは何かというと、ミニーバンは通常の車両で、アクセシブルミニーバンには4つのシートと2つの車椅子のスペースがついています。また全てのミニーバンには2つのチャイルドシートがついていて、必要な場合はキャストメンバーの方が設置してくれます。使い方は至って簡単です。基本的にはリフトで通常のライドシェアをリクエストするときと同じステップになっていて、ライドシェアのタイプを選択するときにミニーバンまたはアクセシブルミニーバンを選択するだけです。そしてミニーバンサービスは朝の6時半から夜の12時半まで利用することができます。これらのディズニートランスポーテーションやミニバン以外にも Uber や Lyft などのライドシェアサービスを利用することももちろん可能です。しかしミニバンにはこれらの通常のライドシェアサービスにはない特典があります。覚えていると思いますが、全ての自動車交通は TTC でストップします。なのでマジックキングダムに行く場合、他のライドシェアサービスやタクシーを使うと TTC で降ろされます。しかしミニバンを使うとマジックキングダムの入り口で乗り降りできるので、わざわざ TTC まで行く必要がなくなります。ミニバンは通常のライドシェアよりも少し高い分、キャストメンバーが運転していることもあってサービスはプレミアムになっていますそして何より見た目がとっても可愛いです。そして最後にディズニーワールド内を移動する方法として徒歩があります。いくつかのリゾートはパークの近くにあるので歩いての移動ができます。例えばコンテンポラリーリゾートから MK までは歩いて10分から15分の距離です。しかし全てのリゾートがパークから歩ける距離にあるわけではないので、もし皆さんが歩きたいんだったら皆さんの宿泊しているリゾートやホテルから皆さんの目的地まで歩いたらどれくらいかかるのかGoogle マップに聞いてください。それでは以上がディズニーワールドのトランスポーテーションオプションになっています。もしこのビデオが少しでも役に立ったらぜひこのビデオにいいねをしてくれるととっても嬉しいです。そしてコメントでぜひ皆さんのお気に入りのディズニートランスポーテーションは何か教えてください。そしてまだ皆さんがマークサイロストインワールドにチャンネル登録をしていなかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。Make today magical! Bye!